エンナエンナ大学サイコパスの見分け方編。今日は労働も大好きな中野信子先生、人口の上位 2% の IQ を持つ人しか入れないメンサの一員だった先生ですね。美人で頭も良くて本もとても面白い中野先生はちっちゃい頃フォトジェニックメモリーっていう能力を持っていて、授業のノートや教科書を見ただけでパシャリパシャリと写真を撮るように脳の中に刻み込むことができたんですね。だから授業でやったり教科書に載ってることは全部一度見ただけで覚えちゃうんです。復習しなくてもテストの時に頭の中から引っ張り出して答えを書くだけでいつも100点が取れたそうです。こんな彼女は学生時代にフォトジェニックメモリーが当たり前の能力だと思っていたので、友達に向かって授業でやったか教科書に載っていることなのになんでみんな忘れちゃうのと聞いてしまって、友達はもうドン引きだったそうなんですね。そんな逸話もある中野信子先生のベストセラーサイコパス、この本を参考にさせていただきました。サイコパスって聞くと一般にイメージするのは凶悪な犯罪を犯した人、もしくは残酷な人だけど、世の中には犯罪を犯さないけれどもサイコパスという人が存在します。企業の CEO と呼ばれる人たちは高い割合でサイコパスが存在すると言われています。外科医とか弁護士、変わったところではシェフとかにも多いとされています。そんなサイコパスの見分け方、あなたは知っていますか？では行きましょう。ドイツの研究グループが大学に在籍する成人男性96人と少年院にいる男性14人を対象として顔の形状を調査しました。すると横幅の比率が大きい男性ほどサイコパシー傾向が高い、反社会性が強いという結果が出てます。つまり顔が細長い男性より横幅があってごつい顔の男性の方がサイコパスである可能性が高いということです。ってことは竹丸はやっぱりちょっとサイコパスっぽいな。すぐブチ切れちゃうしね。ワニブチは冷静だけど結構細いかな。もう時貞は一番サイコパスっぽい性格だけど、あれ違うってことかな。マーボー君も可愛い顔してるけど結構サイコパス傾向強い。風神雷神の清ちゃん、やっぱ手がハンバーグになるぐらいだからね、ちょっとサイコパスっぽい。主人公のタクちゃんも結構まん丸、そういえばなんか恐れ知らずでいろんなつわものと仲良くなっちゃうし、なんか萌子さんとフニフニなってても慌ててなかったな。ヨドの大好きな三橋と伊藤はやっぱサイコパスじゃなかったってことか。正義の味方だもんな、今日俺の二人はな。どうでしょう。一概に全てがそうとは言えない気もしますけど、やっぱりこうゴツッとした男らしい顔の人の方が度胸が座ってるようなイメージはあるかもしれないですね。サイコパスには外見以外にも身体的な特徴があります。例えば心拍数です。心臓の鼓動と反社会性には相関関係があることが複数の実験から分かっています。心拍数がもともと低く、しかも上がりにくい人の方が
反社会的行動を取りやすいという相関関係が示されているんですね。この相関関係は幼い頃から見られるそうなんです。3歳児に心拍数が低い子供が後に暴力や非行をする割合は通常の子のなんと倍だそうです。しかしなんで心拍数が低いと反社会性につながるんでしょうか。例えば万引きなんていうモラルに反する行動をするとき、普通の人は心拍数が上がります。わあ、心配だ、ドキドキする、パニック状態になっちゃうんですね。つまり心拍数の変化が行動に対して抑制をかけるわけです。ドキドキするからもうそんなことやりたくないよ僕って止めるんです、普通の人は。だけど心拍数が上がらない人はそんなことしちゃダメだという天使の声が聞こえにくいということになります。そのために反社会行動が取りやすくなるわけです。一方で心拍数が上がらないという体質が本人や社会にとってプラスに作用することもあります。サイコパスは犯罪者だけじゃなくて経営者や弁護士が多いということも心拍数が低いという点を考えると納得がいきます。みんなの前で自信を持ってのプレゼンや法廷での弁論など普通の人であれば緊張してしまう場所でも心拍数が上がらなければ冷静に行動することができるんです。一説によると元アメリカ大統領のトランプ氏もサイコパスだって言われています。一般に人は何もできない環境で不安が高く、状況をコントロールできる場合には不安が低くなります。例えばあなたが小学校の時の友人に誘われて、その友人の大学グループの飲み会に偶然参加してしまったとします。自分が何もコントロールできないし、知らない人も多い場合、普通の人は不安になります。その誘ってくれた友人は、自分がその大学の友人関係の中の一員であるということから、ある程度のコントロールが予想されて不安が低くなります。その点サイコパスは非常に積極的にその場に介入して場をコントロールできるから不安が低いと言われています。なんかたまにいますよね。初めて会ったのに昔からの友達のようにみたいに来れる人。そしてみんなその人のことを知らないのになんか回し出されちゃって、気がつけばその人が輪の中心になっているみたいな。ちょっと戸惑いつつも、すごい能力だなぁと思った経験とかありますよね。サイコパスに対して悲惨な画像を見せても脳が活性化しません。サイコパスは共感性が低いと言われるゆえんです。恐怖、悲しみを察する能力には欠けていることが分かっています。しかし他者を騙して利用する詐欺を働くという時に相手の心情が見抜けないのであればそれは不可能です。ではどうやって他人の心をもてあそぶことができるのでしょうか。実はサイコパスは相手の目つきや表情からその人の状況を読み取る才能が際立っているのです。人間の目だけを見せてその人の感情を読み解かせると一般の人の正解率は 30% ぐらいであるのに対しサイコパスの正答率はなんと 70% にもなります。つまり他人に共感はしないけど心理状況を読み取ることはとても得意なんです。サイコパスの振る舞いは学校の国語のテストを解いているようなもの。こういう状況では人はこう感じ
こう考えるものらしいと、テストの答えを探すように相手の気持ちを読解し操るんです。サイコパスは自分に共感性がないことにうすうす気づいております。そして他人に共感的な振る舞いを全くしないと自分にとって不都合になるということを理解してるんです。そのため他の回路を使って対応するんです。例えばこんなことをする人があなたの周囲にいないでしょうか。まず相手に貸しを作る。頼まれなくても親切にする。お金困ってんの？貸してあげるよ、いつでもいいからさ。なになに、元気ない顔して。俺に相談しなよ。この人はいい人だと思わせる。ところが信頼関係ができてきたところで非常に些細なことで切れる。なんだこれ。あんなによくしてくれた人が怒ったってことは自分が悪いのかな。関係を維持するために謝っておこうかなという気持ちになってきます。それを繰り返して相手が下手に出てきたところで言いがかりや難癖をつけて、あんなによくしてあげたのにどういうこと？などと怒る。普通の人は恩のある人物から嫌われたくないので謝ります。するとまた態度を表変させ謝罪を受け入れるのです。そうやって素直に謝ることができるのはあなただけですよ。相手の自尊心を持ち上げるようなことを言います。こうやって飴と鞭を繰り返し、被害者側の怒られたくない、嫌われたくないという罰を回避する気持ち、それから褒められたい、もっと褒めてほしいという欲望を巧妙に刺激して上下関係を完成させてゆく。サイコパスはこういったテクニックを駆使して人を操っていきます。カモの目や表情から心情の揺れ動きを読み取り、ここまではいじめて大丈夫。ビクビクしたところで相手のここを持ち上げれば落ちるといったことをやってのける能力を持っているのです。似たような経験がある方は要注意。えんならえんならえんなら。セイはキモニャ、ナワロドリゲス、セーラー服着たキモカワネコです。オイラが噂のイエローフェイス、リュウサー気取りのカマセイヌ。周りのこいつらなんか変な合言葉はえんなえんな。周りのこいつらなんか変な合言葉はえんなえんな。もう食べたい肉団子、今日も食べたい肉チャーシュー、今日も食べたい肉チャーシュー、今日も食べたいえんなえんな。いいよ、脱線したから戻します。強引な